ありがとうございます。いらっしゃいませ。焼くだけでテンション上がる。やっぱりうまくできるようになってくると見てもらいたいってやっぱ思うんですよね。家族のこういう仕上げない美しさ、そのままの美しさってのがね、こう表現できれば、パン屋さんらしくていいのかなと。はい。ありがとうございます。物心ついた頃から、子供の頃の夢っていう感じの見方でパン屋さんになりたいなみたいなで思い描いて、で高校卒業と同時に11年ですかね、修行してで独立して、で今が店が8年半ぐらい経ってますね。パン大好きなんで。そうそうそう。町のパン屋さんだけどなんかちょっと特別感もありつつみたいな。本当に伝統的なところっていうのをやっぱりこう伝承するっていうところにかっこいいなっていう思いはあって、だからそこをどうしてもこう譲りたくないところは譲れて出ずやってる。5年目ぐらいの時にもうすごいこう辛い時期があって、もうやめてやろうと思って。その時にこう改めて何をやりがいとしてやってきたかな今までって改めて思った時に、従業員の子が喜んでくれるのが嬉しくてとか、そういうところでやってきたんだなって改めて気づいて、そう店の展望をちゃんと考えて一から作っていくっていうところをもう一回やっていきたいなと思いましたね。よし、行くか。2年前フランスにコンクールの副賞みたいなので行かせていただいて、その時に本場でのパンのあり方みたいなものをちょっと見て、本当に生活にもうしっかりと結びついてる、日本でいうやっぱりお米っていうところなんだなって本当に改めて思って、でだからそれまではもう自分の都合ですぐ休むような店だったんだけど、それだけだとやっぱりああいうのは目指せないなと思って、そのもう一個の店はだから休みがないようなお店っていうのを今やってるし、苦労というか大変なことっていうかな、いろいろまだまだ試行錯誤の途中ですけど、お店のためになるなら、お客さんのためになるなら、従業員のためになるならっていう、自分はそれが一番大事なので、実は絶対に守りたいっていうのはもうぶれないようにしてますね。おはようございます。おはようございます。よし。昨日は、仕込んだ日だったので、分割して、この後種継ぎの作業と、あとはフランスパンの仕込みとか食パンの仕込みとか、そういう流れになってますね。
物心ついた頃からなんだろう、子供の頃の夢っていう感じのパン屋さんになりたいなって感じで思い描いてて、高校卒業と同時にドンクっていう会社にそこで11年ですかね修行して、で独立して、で今が店が9年目ですかね。だから8年半ぐらい経ってますね。だから前回取材していただいた時は6年目の時か、はいですね。はい。専用あっさりした。ブリオッシュの当てと頭がなんか2つ上に乗っかってるような、ブリオッシュの中では割と伝統的な形のやつなんだけど、自分自身それが好きでずっとね作ってるんだけど、もう朝はブリオッシュ生地から始まるんです。本当だったらこれ前日にやっときたいんですけど、1日寝かさないと分割できない生地なんでしゃあなし朝になっちゃったって感じですね。でここから仕込みに入っていきます。よくある種継ぎ的な作業になるんですけどね、こういう元種から継いでいって、発酵種を7時間ほど発酵させて、でもう一回種継ぎするんですよ。2段階でね種継ぎをして、こんな感じでしばらく休めます。フランスパンね。ミキサーで生地を合わせて、それで寝かす時間、それをオートリーズっていうんですけど、それをやります。このくらいまでこねて一旦1時間ほどは休めるんですよ。この粉気がなくなるまで、今こんな感じでしばらく休めます。ミキシングをすると小麦粉に水が入っていくんですよね。染み込んでいくというか水和する。小麦粉と水を合わせた状態で休めるだけでもミキシングって進むので。作業しながら補充とかもしていくんですけど同時並行でも。そうですね。液体の種の元だね。次のハードトーストにも入るんですけど、ルヴァンリキッドっていうね液体の種かな。
その間に次がハードトースト、の計量で、さっきと同じ種ですよねにモルトとでカルピスみたいなね、そういう液体があるんですけど、そういうので香り付けってのをするんですけどね。サンドの準備しながら、仕込みをね引き続けていくよという感じになりましたね。3年前よりフライヤーがちょっと大きくなりましたね。相変わらずちっちゃいんですけどもうじれったいんですよ、相変わらず全然上がらなくて。もうじき跳ね上がってくるかなというところですね。その間にどんどんサンドの方の準備を進めて、こうやって散らかると狭いな。とっちらかっちゃうと気持ちもねこう焦っちゃうしね、あんまり散らかるとね。だからそこら辺は少ない量がさらに細分化されて3種類あって、プレーンとチーズとくるみと、相変わらずその少量の種類が多い感じがなんだけどね。これさっきオートリーズって撮ってたじゃないですか、オートリーズ撮ってた生地でこうやって休ませるだけでこうやってだいぶつながるようになる。小麦粉と水を合わせて置いとくだけでこういう状態にできるんだけど、でこれをスターターにして今からもう一回仕込んでいく。朝ね、オートリーズ取った生地、ひどいね。
店の中でパン教室とかするから仕方なく綺麗になってる部分もありますよね。見られるとね、やっぱりね、今回もそうですけど事前にほうれん草とベーコンでソテーしたものですね。油が美味しいベーコン。土台の生地がクロワッサンなのでイーストが入ったやつですね。キッシュではないので。基本的にここら辺は当日成形ではなくて前日に作る感じになりますね。デニッシュ。朝の天気とか見てちょっと数は変えやすいかなとは本来はこうやって前日に成形してホイロの中に仕掛けて帰るんだけど、ホイロの調子がなんて言うんだろう、めっちゃ良くはないから上がりが良くないんで今並べて。で朝ごはんですね。朝ごはんとも取らんでもいいですけどねまた夜楽しみだけど、真面目に働いたからいつもよりちょっと早いの。いつもすぐ手抜くからね。いつもだから携帯とか見て連絡事項とかないかなみたいな感じで、で食べてる感じです。一人で寂しくあれからだから丸3年ぐらいだ。ちょうど3年前の今ぐらいに来ていただいたのかなって。2年前フランスにコンクールの副賞みたいなので行かせていただいて、その時に本場でのパンのあり方みたいなものをちょっと見て、本当に生活にもうしっかりと結びついてる、日本でいうやっぱりお米っていうところなんだなって本当に改めて思って、やっぱりそういうところを目指していくのもいいなと思って、それで2店舗目を持とうっていうところと、生産量も上がったし、年取ったしだから今から上行って事務所があるんでそこで寝る。でそしたらこの後の作業中に集中力が持つから、だからいつもリズムでコーヒー飲んでカフェインが効く前に寝て、起きてきてカフェインが効く感じのイメージで、だからいつもここでご飯食べてコーヒー飲んで寝る。いつもそうです。この後だから5時過ぎぐらいからはもうずっと流れで、はいお願いします。後でカメラ大丈夫？普段はだから結構音楽鳴らしてやってますかね。
なんていうかこう結構みんなやり方が違うんですよね、アーテッドは。そうなんですね。はっきりとこうだよね決まってないというかね、まあそういうところに面白さがあるんですけどね。で発酵機に入れます。メロンパン。これ諸村ポムアップルパイですね。さっき揚げたカツとかを挟むバーガーですね。ガス交換と、あとはこう緩んだ生地を一回こうやって締めてあげることで生地に力がつきやすくなる。で一旦パンチを入れて締めてあげた方が安定した生地になるかな。卵白とアーモンドプードルと粉糖合わせたパリッとした感じに表面が焼き上がるようなそういうものなんですけどね。そういうのを使って焼きます。焼いて完成するっていう方な生地作りの方に割と力を入れてるかなと思います。仕上げるっていう動作っていうのはやっぱりすごいこうセンスや技術っていうのが問われるんですよね。だからそこをあまり突き詰めすぎると本当に触れる人間が自分しかいなくなってしまう。たくさんの人を雇うためにはたくさんのこう経験者を雇うっていうのはまあ不可能なんですよね。だからたくさんの未経験者からを雇うっていうのがもう大前提なんですよね。ってなると製法とかも今まではストイックな製法とかそういうことをずっとやってたけども、そうじゃなくていろんな人が触ってもすごくお客さんに満足してもらえるようなものっていうレシピの開発、そういうところってのにこうフランスに行った後結構1年半ぐらいはもうずっとそれをやってて、仕上げるっていう工程のところは少し減ったなとは思います、昔に比べると。まあそれが結果的に自分の働き方の改革にも割とつながってくれて、だけどお客様にもより満足してもらえるっていう、こうなんていうんだろう、本当に妥協しないでよりよくよりよくっていうのがないと働いていく人たちに何かを強いてしまうようなこう機会が増えてしまうなと思って、だからこれのいいところとここのいいところがうまいこと結びつくよねみたいな感じのそういうものを探して経営してます。本当はここでバンバン焼きに入ってくるんですけど、
ちょっとホイロが故障中でのろくて前倒しでできる作業はちょっとしちゃってって感じでしたね。よいしょ。した食パンの成形です。食べ飽きないというかね、割とノーマルな食パン、あんまり甘みも強くないんですけど、まあ、ほんのり甘いかなっていうところと、あとはバターとか生クリームとかの香りを生かしてしっとりさせてるって感じですかね。なかなかうちの食パンってこう木をてらった感じのはないんですよね。まあ、でもお客さんにこうより年々ね受け入れてもらっていってる感じがあって、それは嬉しいですね、やっぱり。食パンの成形が機械だったかな、モルダー成形っていうのをやってて、量少ないから手放したんですよね。したら食パン増えたっていうね。アーモンドスライスがなんか均一に全体に散らばるようなクリームパンって感じで作ってますね。生地がすごいこう膨らむタイプのクリームパン生地なんですね。うちの菓子パン大きく膨らむんですよね。クリームをたっぷり入れるっていうのであんまり相性が良くなくて、その良さがなくなっちゃうから。
焼くだけでテンション上がる仕上げる美しさってのももちろんあるんだけど、こういう仕上げない美しさ、そのままの美しさってのがねこう表現できれば、パン屋さんらしくていいのかなと。焼いて完成させるみたいな、はい、でこうなんていうんですかね、こういう風に隙間が開かない感じ、カスタードとチョコチップっていうのが一番定番らしくて、でそれでやると横からねカスタードとかチョコがねバーって出る感じのシズル感があって、それはそれでいいんですけど、見た目の完成度でいうとやっぱりどうしても下がってしまうんで、空洞が空いてしまうし、だから見た目の完成度を上げるためにっていうところでこう隙間が開かないフィリングでってこと、やっぱりうまくできるようになってくると見てもらいたいってやっぱ思うんですよねそれでやっぱりああいうデニッシュ系ですよね、ビエノワズリーっていうのに凝ってやってると、どんどんこんなんもできるやんってこうとか、人のを見てこんなん自分も真似してみたいとか、自分はもっとうまく作れるようになりたいとかっていうので、やっぱりできるようになるとねこう見てもらいたいってなって、で自然と増えていったって感じですかね。でそれがまあうまいことニーズにもハマってくれてるのかなと今は思って、でどんどんいろいろ積極的にやってるよという感じですね。細かいタイプのサトウキビ糖って感じです。ございます。
でだから3種類のレーズンが入ってるんですけど、中に入れ込むんですね。そうそうそう、包んで焦げない。これ玄米、焙煎した玄米の粉が入ってます。シンプルな生地にチョコレートがココアとかね、そういうチョコがたくさん入って、だからカンパーニュの生地がプレーンと、あとレーズンのと玄米とチョコと、今はこんだけ。これからね季節に合わせて入れ替えたりとかねしていくんだこれ肉味噌。
間もなく塩パン食べた。
ありがとうございます。これがインスタの見てたのか形やなと思って。心残りはない。いっぱいある。いっぱいある。心残りはいっぱいあるけど、ちょっといっぱい。山田スーパーに私が行って、そこで買ったパンがここのパンだったんですよ。それでもうめっちゃ美味しかって調べてきたっていう感じ。一緒に行こうって言ってパン大好きなんで、そうそうそうたまにパン屋巡りして。巡りをして本当は一種類ずつ全部買いたいけど、それはできないので、いっぱい買ったけどまだ心残りながら。これチョコクロワッサン？このレーズン食パン。トリュフ塩パン塩バターパンとみたいなチョコデニッシュ。これから食べ終わるまでは幸せに。幸せに毎朝毎昼幸せに過ごせると思います。2店舗目っていうところになると、さっき言ったもうやっぱり日常になるべく寄り添うっていうところ。だから、なんか日常の隣にっていうイメージで、向こうには後ろにアコテって隣にっていうフランス語を後ろにつけたんですよね。だから向こうの店っていうのは、こっちとは少しコンセプトが違うんですよね。本店はやっぱりお客様がパンを買いに来る、パン目当てで買いに来られるお客様ばっかりなのに対して、こちらはやっぱりスーパーさんの中に入っているっていうこともあって、日常の食品を買いに来た、そのついでがいいっていうお客様もやっぱりいらっしゃるので、お客様に手に取っていただきやすい、親しみやすい、馴染みのあるような形のパンとかを置かせていただいています。例えばフランクロールとかもそうですし、クリームパンとかも皆さん馴染みのあるような形で、作りして
ゲイのお母さんの実家。でだからそれまではこうもう自分の都合ですぐ休むような店だったんだけどそれだけだとなんかやっぱりああいうのは目指せないなと思って、そのもう一個の店はだから休みがないようなお店っていうのを今やってるし、その休みがないお店のやっぱりメリットでありデメリットであるっていうのは人がたくさん必要なんですよね、休みがないから。だからその分お母さんがうちのお店でパートさんとして働いてくれてるってなると、やっぱりそこのご家族の方はパンにすごく興味を持ってくれるじゃないですか。もうただ食パンとして見てたものが見る目が変わるみたいな、そういうふうなこう興味関心を持ってくれる人がどんどん増えていくんじゃないかなって、たくさん雇うことでって思って、だからそういうふうな環境っていうのを作れたらなっていう思いもあって、2店舗目はそういう感じで今やってて、今のところまあ1年半ぐらいしか経っていないので、まあ苦労というかまあ大変なことっていうかな、いろいろまだまだ試行錯誤の途中ですけど、今のところはまあ本当に文字通りぼちぼちいい感じかなと思ってます。家族の当日仕込んで当日焼くタイプですね。4時間半の一次発酵を取る製法になるんですけど、自分はこれが一番好きでずっとこれをやってるって感じですかね。段取り的にはやっぱり悪いんですよ。すごい時間かかっちゃうし、どうしてもこれのせいで朝早く来なきゃいけなくなったりとかするんだけど、まあこれはやってたくてやってるって感じですかね。いらっしゃいませ。
大丈夫ですよ。寄せときます。よし、行くか。1950年代ぐらいのバゲットっていうのが一次発酵を長く取ってた時代だったらしくて、でその頃がバゲットの黄金期だったねって言われてるんですよ。その前の時代のバゲットっていうのを食べた時にすごい感動して、で自分もこれはやっぱり店をやるなら続けていきたいなっていうのがあってやってますかね。ありがとうございます。でこっちのバゲットっていうのは製法的には誰でも安定して作りやすいとか肯定的に埋め込みやすいですね、こっちは。でもそういうのも大事かなとは思ってて、僕らって主食となるものを提供しているのでフランスほどではないですけどね。だから毎日買いに行きたい人が安定してバゲットが常に店に並んでるとか、そういう体制を整えるための工程とかを重視した感じだから、あっちとはまたちょっと違う。あっちはもう自分の趣味の世界がだいぶ入ってるからそんな感じです。ちょっと今日売り切れちゃってた、一番は売り切れちゃったんですけど、人がいっぱい詰まった食パン型のデニッシュみたいなのがあるんですけど、子供も大好きで一番は目指して買いに来てるんですけど、結構いつも売り切れてて、大人用と子供用のパン教室もたまに開催されてたりとかするのが身近に感じられるというか、すごいいろんな種類作らせてもらえるんですよ。十何種類ぐらい一気に作らせてもらえるので、とにかく楽しくてしょうがないみたいで、街のパン屋さんだけどちょっと特別感もありつつみたいな感じですかね。そのパン作り、9年目ですね。パン屋さんやってるんだけど、5年目ぐらいの時にもうすごい辛い時期があって、あれもしかして自分そんなにパン作り好きじゃないんじゃないってなっちゃって、もうやめてやろうと思って、もう、完全にやめる前日ぐらいまで行ったんですけど、パン屋さんね。で店を畳もうと思ってで動いたことがあったんですけれども、で技術指導の立場に戻ろうと思ったんですよね、大きい会社の。その時に改めてお店のことをもう客観的に自分の目で見て、ちゃんと何をやりがいとしてやってきたかな今までって改めて思った時に、喜んでもらうのが嬉しくてとか、従業員の子が喜んでくれるのが嬉しくてとか、そういうところでやってきたんだなって改めて気づいて、で諸先輩方にもいろいろ何やめるとか言うとんねんとか言われたりもしたんですけれども、せっかく自分が基盤作ったんだから、そう店の展望をちゃんと考えて自分でちゃんとゼロから作っていこうと、人に頼るんじゃなくて、それでこそ真のなんていうんだろう、ちゃんと人を育てていくとか、だから今自分が最新だよ、今が自分のピークだよっていう時にこそアウトプットすることでもっと上に行けるかなって思って、積極的に人に教えたりとかっていうのは時間は取るようにしてます。
本当に伝統的なところっていうのを自分はもう本当に鈍一本で学んできたので、そこで、自分の師匠ももちろんそこにいたんですけれども、その方たちの大事にしてたものっていうのをやっぱり伝承するっていうところにかっこいいなっていう思いはあって、だからそこをどうしても譲りたくないところは譲れてらずやってる。で軸となるものがあって、そこに季節感だったりとか見た目の面白さだったりとかっていうのも自分なりに加えてるけれども、芯の部分がやっぱりブレてしまうとなんかずるしてるとかサボってるような気分になっちゃうんですよね。あんまり伝統的なとこから外れちゃうと。だからそこら辺は大事にするっていうのは今後も変わらないかなと。でそこさえあればもう本当にむしろ逆にもう何でもしていいかなって思ってるぐらいな、お店のためになるなら、お客さんのためになるなら、従業員のためになるならっていう、それが一番モチベーションの部分では自分はそれが一番大事なので、この2つは絶対に守りたいっていうのはもうぶれないようにしてますね。